これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に帰省した時のことである。年に一度のお盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで兄と外に遊びに行った。都会とは違い、空気が断然うまい。僕は爽やかな風を浴びながら兄と田んぼの周りを駆け巡った。そして日が昇りきり、真昼くらいに差し掛かった頃、ピタリと風が止んだ。と思ったら、気持ち悪いくらいの生ぬるい風が吹いてきた。僕は、ただでさえ暑いのに、なんでこんな暖かい風が吹いてくるんだよと、さっきの爽快感を奪われたことで少し機嫌悪そうに言い放った。すると兄はさっきから別な方向を見ている。その方向にはかかしがある。あのかかしがどうしたのと兄に聞くと、兄は、いや、その向こうだと言ってますます目を凝らして見ている。僕も気になり、田んぼのずっと向こうをじーっと見た。すると確かに見える。なんだあれは。遠くからだからかよくわからないが、人くらいの大きさの白い物体がくねくねと動いている。しかも周りには田んぼがあるだけ。近くに人がいるわけでもない。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ、新種のかかしじゃない？きっと。今まで動くかかしなんてなかったから、農家の人か誰かが考えたんだ。多分さっきから吹いてる風で動いてるんだよ。兄は僕のズバリ的確な解釈に納得した表情だったが、その表情は一瞬で消えた。風がピタリと止んだのだ。しかし例の白い物体は相変わらずくねくねと動いている。兄は、おい、まだ動いてるぞ。あれは一体何なんだと驚いた口調で言い、気になってしょうがなかったのか、兄は家に戻り、双眼鏡を持って再び現場に来た。兄は少しワクワクした様子で、最初俺が見てみるからお前は少し待ってろよと言い、張り切って双眼鏡を覗いた。すると急に兄の顔に変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには持っている双眼鏡を落とした。僕は兄の表変ぶりを恐れながらも兄に聞いてみた。何だったの？兄はゆっくり答えた。わからないほうがいい。すでに兄の声ではなかった。兄はそのままひたひたと家に戻っていった。僕はすぐさま兄を真っ青にしたあの白い物体を見てやろうと落ちている双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか見る勇気がない。
しかし、気になる。遠くから見たら、ただ白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだ。少し奇妙だが、それ以上の恐怖感は起こらない。しかし、兄は、よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか、自分の目で確かめてやる。僕は落ちている双眼鏡を取って覗こうとした。その時、祖父がすごい焦った様子でこっちに走ってきた。僕が、どうしたのと尋ねる前に、すごい勢いで祖父が、白い物体を見てはならん。見たのかお前、その双眼鏡で見たのかと迫ってきた。僕は、いや、まだ、と少しきょどった感じで答えたら、祖父は、よかった、と言い、安心した様子で、その場に泣き崩れた。僕は、わけのわからないまま、家に戻された。帰ると、みんな泣いている。僕のことで？いや、違う。よく見ると、兄だけ狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のようにくね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 と乱舞している。僕はその兄の姿に、あの白い物体よりもすごい恐怖感を覚えた。そして家に帰る日、祖母がこう言った。兄はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。あっちはと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。うちに置いといて何年か経ってから田んぼに放してやるのが一番だ。僕はその言葉を聞き、大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿はもうない。また来年実家に行った時に会ったとしても、それはもう兄ではない。なんでこんなことに。ついこの前まで仲良く遊んでたのに、なんで。僕は必死に涙を拭い、車に乗って実家を離れた。祖父たちが手を振ってる中で、変わり果てた兄が一瞬僕に手を振ったように見えた。僕は遠ざかってゆく中、兄の表情を見ようと双眼鏡で覗いたら、兄は確かに泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が一度も見せなかったような最初で最後の悲しい笑顔だった。そしてすぐ曲がり角を曲がった時に、もう兄の姿は見えなくなったが、僕は涙を流しながらずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか元に戻るよね。そう思って兄の元の姿を懐かしみながら、緑が一面に広がる田んぼを見晴らしていた。そして兄との思い出を回想しながら、ただ双眼鏡を覗いていた。
その時だった。見てはいけないと分かっているものを間近で見てしまったのだ。くねくね。